にちは。ここは名鉄バスセンター。今日は高速バスで福井へ向かいます。早速乗車していきます。名古屋福井間の高速バスは4社共同で運行されています。この便は名鉄バスが運行するバスでした。座席は4列で、座席後方にトイレのある標準的な車両です。時間になりバスが出発しました。1日10便運行されている路線ですが、名鉄バスセンターからの乗車客は数人でした。乗車バス停は名鉄バスセンターと名古屋駅前です。鉄道連絡では名古屋駅前の方が便利なので、そこから乗車するのでしょうね。バスセンターを出ると名古屋駅前を一周して次のバス停に向かいます。名鉄バスセンター経由のバスは名古屋駅前に停車しないことが多いので、名古屋駅前をこうしてバスから眺めるのは少し新鮮です。駅周辺を一周して名古屋駅新幹線口バス停にやってきました。バスを待つお客さんがたくさん並んでいます。乗客を乗せてバスが発車しました。このバス停では15人くらいの乗車があり、2人掛けの座席はほとんど1人以上座っている状態になりました。土日の昼下がりということもあり、ビジネス色は薄い車内です。少ししてバスは都市高速に入りました。入り口は他のバスとも同じ場所で、いつもの名古屋駅からの高速バス旅といった感覚です。ここからバスは都市高速、名神高速、北陸道と進んでいきます。休憩場所は滋賀県の静ヶ岳サービスエリアの予定です。鉄道では通過点とされることも多い滋賀県ですが、高速バスからはどんな景色を楽しめるか、今から楽しみです。少し進んで庄内川を渡ります。名古屋を離れ、清須市に入りました。まだまだ名古屋の通勤圏なので市境を越えた感覚も少ないです。続けて清須ジャンクションを直進します。北陸へ向かうバスはほとんどがここを通るので、まだまだいつもの風景といった感じですね。バスは少しずつ速度を落とし、一宮インターチェンジにやってきました。ここで都市高速を離れ、名神高速に入ります。料金所のゲートをくぐり、再び加速するエンジン音を聞いていると、いよいよ西への旅が始まるようでワクワクしてきます。遠くから新幹線の線路が近づいてきました。ここからしばらくの間新幹線と並走します。約 3.8km という短い並走区間ですが、高頻度運行している新幹線とは結構すれ違います。こちらも高速道路を走っていますが、あっという間に追い越されていき少し寂しいです。この新幹線との並走区間で木曽川を渡ります。1964年に開通した区間なので、新幹線と一体的に建設されたのかもしれませんね。広い川幅と河川敷が中部地方最大の川ということを主張しているようです。川を渡ると愛知県から岐阜県に入ります。バスはこの先木曽三川の長良川、揖斐川を越えていきます。新幹線と分かれて車は長良川を渡っています。この辺りの木曽三川は江戸時代から治水工事が繰り返されてきました。現在では3本の川に分離していますが、当時はたくさんの水路が複雑に入り組んだ地形だったそうです。続いて揖斐川を渡ります。木曽三川の中では一番規模が小さい川ですが、文化の境界線として歴史的に重要な川です。少し進んで山が近づいてきました。バスは養老ジャンクションを直進しているところです。ここは将来東海環状自動車道との接続点となる予定のジャンクションです。全通すると名古屋中心を経由せずに北陸から伊勢方面や各地域へと移動できるので、渋滞の緩和なども期待できそうです。この先車は関ヶ原の山越え区間を走ります。車窓からも山が近づいてきて平野の終わりを感じられます。少し進むと道の横に防音壁がつくようになりました。山越えの景色が見られるかと思いましたが、ここではしばらくお預けになりそうです。バスはもう少しで峠のトンネルに入るところです。防音壁も少なくなり、ようやく車窓を楽しめるようになってきました。特徴はあまりない山間の景色ですが、何も見えないよりは全然楽しいです。もう少し進むと名神高速の新線付け替え区間を走ります。現在では痕跡も多くはないそうですが、こういった作業スペースのような空間は車窓からでもわかる痕跡なのでしょうね。旧道はカーブがきつく事故多発地帯だったそうです。車内からは当時の急カーブを感じることはできませんが、
それが道路改良の成果なのでしょうね。少しして車は米原ジャンクションを走っています。ここまで名神高速でしたが、いよいよ北陸自動車道へ入ります。鉄道のある米原からは離れていますが、ここの近くには中山道の宿場町万場宿があります。米原にも近く、古くから交通の結節点として機能してきた土地です。実感はありませんが、北陸への入り口を通過したようですね。少し進んでパーキングエリアを通過していきます。地理的には琵琶湖にほど近い場所を走行していますが、湖の姿はなかなか見えませんね。長浜の市街地が遠くに見えています。高速道路は比較的低い場所を走行しているので、琵琶湖の湖面までは見えませんが、多分そこにある湖の形が市街の輪郭から想像できますね。市街地が終わり、山がちな風景になった頃、バスは休憩場所の静ヶ岳サービスエリアに到着です。高速バスでは景色を眺めて座っているだけですが、パーキングエリアの看板を見ると少し安堵します。バスのエンジン音もおとなしくなり、車内も少し休憩という雰囲気があります。せっかくなので売店を散策してみます。比叡湯葉や長寿麩など、滋賀県らしいお土産が目立ちます。伊吹牛乳もありましたが、滋賀県といえばあれでしょう。そうです。たくあんが入ったサラダパンです。残念ながら売り切れでしたが、売り場の広さから相当な人気商品だと伺いました。休憩を済ませて再び出発です。バスはこの先山を越え、敦賀、武生、鯖江と停車していきます。終点の福井駅前までは約1時間といったところです。バスはいくつかトンネルを越え、山間部を通り抜けていきます。景色も湖畔の英地から山越えの様相となってきました。木々が広がり、峠越えをしている実感が湧いてきます。時折見える看板も急カーブ注意など、比較的険しい道のりを走っていると伝えてくれます。山を越えて速度が落ちてきました。最初の降車バス停、敦賀に到着です。敦賀では駅前まで行くのかと思いましたが、インターチェンジ横のバス停で客扱いをするようです。ここから敦賀駅までは少々距離があり、路線バスに乗り継いで向かう必要があります。敦賀を出発です。敦賀での降車客は0人でした。このバスでは嶺北の福井周辺への需要が多いようです。次の停車バス停は武生。ここまで2つの峠を越えてきましたが、3つ目の山越え区間に入ります。ほんの少しですが敦賀駅も見えました。さらに進んでバスは水津パーキングエリアを通過していきます。峠のパーキングエリアらしくとても見晴らしの良い場所ですね。穏やかな夕方の敦賀湾を望み、いよいよ敦賀の町を離れていきます。長いトンネルを2つ抜けて福井平野へと降りていきます。福井県はこの3階を境に嶺北、嶺南と分けられますが、文化的にもかなり違いがあるようです。嶺北地域は北陸との結びつきが強く、金沢方面への移動が多いそうで、嶺南地域は京阪神との結びつきが強いそうです。言語の面でも嶺北と嶺南では方言が異なるなど、歴史的な背景にも違いが見られるようです。山を越え、バスは武生インターチェンジにやってきました。武生バス停は新幹線駅の越前武生駅前です。バス停へ向けて新幹線の高架横を走っていきます。立派な駅前ですがあまり人気はありませんね。雰囲気は地方の新幹線駅といった感じです。武生では数人の降車がありました。目的地に近づいてきたこともあり、車内も片付けを始める人がちらほら見えるようになりました。少し進んで鯖江に到着です。鯖江のバス停もインターチェンジ横にありますが、ここは市街地からも近く、比較的利便性は高そうです。降車扱いを済ませ、終点へ向けて出発です。この便では乗客のほとんどが福井まで乗り通すようでした。福井まではあと20分ほどの道のりです。バスは福井平野の中を軽快に進んでいきます。車窓からは北陸らしい田んぼの風景が広がっています。北陸は米だけでなく海鮮などの名物も多く、北陸らしさというものが意外と決められない気がします。その分見るたびにいろいろな発見もあり楽しい地域です。
少しして福井インターチェンジに到着です。この後少し市街地を走行し、福井駅前に停車します。今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。